マーダムはダークナイトを強力な手勢として配下に従え、各地に侵攻していった。重傷を負ったキャプテンチンクとサミーを救おうとジョーたちが船にたどり着いた時、サミーはチンクの命だけでも助かればと自らダークリーフに飛び込んでいったのだった。悲しみに暮れるジョーたちだが、その間にもダークナイトが近くの町に攻め込んでいた。どうしたってんだ、城下の剣。鞘から離れてみせろよ。ムカつくんだろ、イラつくんだろ。マーの作り出したマーメノイアを汚すこいつらダークリーフがよじゃあこれはあの時と同じだ。あの時もダークリーフを浴びて。城下の剣、やっとやる気を出したのかい。だったらさっさとその力見せやがれ。城下の剣が。これはなんだこれは。まさかこれは。知っているのですか。これは我々マーライオン一族に伝わる最高等級の術。一体どうなってるんだ。若きマーメノイドよ、その剣を抜いてはならん。何。剣を抜いてはならん。ファーザー、なぜあんたが。いかん。シーザーを、我らのマーのご意志に忠実なるしもべシーザーをこの地に再び放ってはならん。シーザーだと。これもマーに背いた者への戒めか。この老いぼれの身を食らうのが望みか、シーザーよ。ファーザー。いてて。なんだよここ。知人地じゃねえか。ファーザー。誰だって体に美しい獣がいるよ。街はジャンゴ下のように絡む憂鬱をちぎれ、野蛮な月の夜、欲しいものは一つ。エクスタシー、このドレス引き裂いて抱かれたい。めちゃくちゃに唇も指先も溶けてゆく夜だから、恥ずかしい坊主にも情熱をたぎらせて、牙のないライオンは見たらさで孤独を殺すよ。ファーザー、
なぜあなたがここに？あの里であったのだな、もう一人の私に。ではシーザーによって分離された魂とは？私のことだ。魂を葬り去られた生ける屍。ファーザー、よくぞご無事で。シド、この私が里を出ることになった時、確かそなたは生まれたばかりであったが、そのマーライオンに伝わる霊はもはや私に必要はない。しかしファーザー、今の私にそれを受けるだけの資格はないのだ。ファーザー、あなたが里を出ることになった訳はお聞きしました。しかし里のファーザーはこの城下の剣の真の使い道を知る手立てはシーザーを探し出す以外にはないと。だとすると里に残ったこの私もようやく我らのマーの無慈悲なご意志を感じ取ったのかもしれませんな。無慈悲？うへえ、いくら里を出た身だからってそんなこと言っちゃっていいのかい？オズ、そんな言い方はファーザーに失礼ですわ。気にしないでいただきたい。私は自ら下界に下った身、マーへの感謝とそして疑問はあなた方と同じはず。シド、そなた里を出ろとそう言いつかったのじゃな。いかにも。それも致し方あるまいて、このように美しいマーメノイドに出会うたのじゃからな。このシド、修行が足りません。そうかな。何をもって修行というか。シド、そなたなすべきことがわからなくなってはおらぬか。お恥ずかしゅうございます。いや、マーに捧げたものとしては、私などそなたの悩みをとうに超えて重大な罪を犯してしまったと言える。重大な罪？娘、確かミスティジョーと申したな。己を愛し己を慈しみ、そして常に己が生きている証を探し求めている。そんな貪欲な目をしておる。まるであの時の我が身を見るようだ。あの時私がマーに罰せられるのを覚悟でシーザーをその城下の剣に封じ込んだ時のように。何、城下の剣が？キャッキャッキャッ、はい、現れよったそうですじゃ。しかも夜によってはがダークナイトに牙を向こうとしたそうね。キャッ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 、笑うのはこのわしだけだと申したであろうが。ゲセヌ、なぜあの時魔界双葉に向けられたあの力を発揮せぬ？奴らもまたあの剣を使えてはおらぬということか。一体城下の剣とは。マーに代わって世界をご自分の意志で塗り替えようとされるマーダム殿がこの場に及んで謎解きでもございますまい。マダム殿、ご安心を。このメーギャンすでにドクター・ジェイドと策を練っております。
しいマーダム殿、あなた様のためなら必ずやお役に。あとは安静にしとることじゃな。かたじけないジジ殿。じゃが無理はせぬことじゃね。自分の体がボロボロなのはお主が一番よく知っとるはずじゃ。シーザーとはマーの忠実なる部下としてこの世界に放たれたもの。憎悪争い、それらマーの嫌うものを消し去るために存在するのだ。しかし兄弟であるがゆえにこの世界を滅ぼしかねない。だから城下の剣に封じたっていうのか。いかにも。シーザーとの戦いは果たして何日続いたことか。私は城下の剣を里の地下へ封印した。戒めとして二つの心に分けられた私は里を出て幾年月も旅をすることになった。旅をするうち私はシーザーが何かを告げようとしたのではないかと考え始めていた。それは一体。城下の剣、それこそシーザーをしのぐ我らが最も恐れねばならぬもの。何ですって？あれはシーザーをもってしても世界が浄化されぬ時、すなわちダークリーフに埋め尽くされた時、この世界の一切を消し去るために存在するのだ。それじゃあ私たちは。間違いなくマーによって生み出された生物という生物が消し去られるだろう。そこには慈悲の心などない。こいつはいいや。ジョー、何笑ってんだよ。みんな死んじまうかもしんないってのに。これが笑わずにいられるかよ。いいか、これまでみんなで散々城下の剣が抜けねえって悩んでたよな。それが実は抜いたらみんなが死んじまうからくりだったわけだ。こいつは傑作だぜ。ミスティジョー。ファーザー、マーはなぜこのようなことを。私も疑問に思っていた。なぜマーはご自分が創造された世界を無に帰す術を我らに託されたのか。そしてなぜシーザーを封じるという暴挙を犯した私を生きながらえさせているのかと。私はマーを恨んだ。常にマーに忠誠を誓い、その教えを伝えることにのみ生きる。そんなマーライオン一族に生まれたがため、こんな旅を続けなければならないことを。しかしある時私は気づいたのだ。我々は確かにマーのご意志に背く行いを繰り返す生き物だ。同時に我らは小さな命を精一杯燃焼させて生きている愛すべき者たちなのだと。だからこそマーは我らに希望を託されたのではないかと思うようになったのだ。希望ですか。
さよう。今のように世界が邪悪な力によって塗り替えられようとしていても、我らに生への強い意志さえあれば、もしかしたら城下の剣をも味方にできるかもしれぬと。そんなことができる、そう信じるのだ。我らの愛が城下の剣をも自在に操る時が来るはずだと。ミスティ城。ついこの間まであんなに七色サンゴが輝いていましたのに、それが今はあんなになってしまいました。ファーザーはああおっしゃってましたけど、これを見ると。それでも希望を持つのです。どんなことがあっても希望を持ち続けるのです。そうすることが良き方向へ進む道だとファーザーもおっしゃっていたじゃありませんか。そうですね。やはり王女は笑顔でおられる時が一番お美しい。そんな。シド様、これからも私と一緒にいてくださいますね。もちろんです、王女。たとえこのマーメノイアが暗黒に包まれようとも、私はあなたをきっと見つけ出し、おそばにいます。シド様。希望だと。なんだ今の気配は。でどうすんだい。買うのか買わねえのか。今時にしちゃ広いもんだぜキャプテン。足元見やがって、こんなボロ船。これしかねえんだから仕方ねえじゃんか。なあ。ねえねえ、何して遊ぶ王女様。そうね。これがマーの民。なんとふぬけた者ども。お前たち急いでここを離れなさい。お前たちを消せばこの心の渇きも癒えるかもしれません。シド様。王女、ご心配なく。気に食わない。それがお前たちの愛情か。本当の心の渇きも本当の心の痛みも知らぬ小娘が。お前たちの愛など我らの力の前では無力ということを教えてあげます。おのれ、王女、お逃げください。ここは私が。いいえ、おそばにおります。私はもうシド様から離れぬと決心したのです。王女、見るに耐えません。行きなさい。ライダー王女。王女、急いでジョーたちを呼び戻してください。シド様。怯えずともよい。お前にはやってもらうことがあるのです。シド様、今助けを呼んでまいります。シド。どうしたオズ。なんだかわかんねえけどいきなり嫌な気配が。王子、
浄化の剣はファーザのところに置いてきたんだったな。ああ。ジョー！悪い予感がする。戻るぞ。ファーザーさあ、浄化の剣に取り付く生き物よ。お前がどれほどの力を持つのか見せてみるがいい。王女、この場を離れなさい。シーザーの封印が解ける。素晴らしい。封じられてなおこの力ならば、マーダム殿のためにお前をダークリーフに取り込んでくれよ。王女、お逃げなさい。シダさん。なんだありゃ。わしの血が。ライダあれがシーザー。伝説マーメノイド。浄化の剣から解き放たれたシーザーはダークリーフに汚染された世界を浄化しながら暴走する。しかしこのままでは世界そのものが滅んでしまう。シーザーを止めようと必死になるジョーたちの前にメーギャンが立ちはだかるのだが、次回深海伝説マーメノイド第21話魔界双葉復活。